一番皆さんが心配されていたことです。いいですか？あやさん、4月から高校生になりますが、動画には出てくるんですか？そのまま撮り続けてくれるんですかっていう感じですね。あやです。今日ははい、高校合格おめでとうございます。はい、改めてちょっといろいろお話聞きたいと思います。さあ、あやさんにとって高校受験どうでしたか？最後の1ヶ月半ぐらいは頑張ったかなって感じ。そうですね。頑張ったかなって感じですね。それまではあれだったもんね、比較的受験って何それみたいな、どこを受けようかっていう方が先にね、いっぱい悩んだ年ではありました。でも最後の勉強もなんかあれだよね、あやさんの勉強方法ってさ、ちょっと勉強して遊んで、ちょっと勉強して遊んでの繰り返しで、ママからしたら遊んでる方がすごい多いなっていう夜やったら、なんか夜型の人なので見えないところでやってたんかなと思いながら、結果発表も、あやさんなら落ちることないだろうということで、わざわざね、学校に行ってから合格発表を確認して中に入りました。で、受かるかどうかね分からなかったらね、家でこっそり見てね、落ちたらいかないっていう手もあるんですけど、学校で確認してやってきました。さあ、あやさんが進む高校は、本人が希望した第一の方で通りました。で、合格発表と同時に物品購入があったんですよね。あやさん、どれぐらいかかりました？ 2時間。2時間かかりました。中学校の時はお店行ってたんだよね。やってたんでゆっくり着替えはできたんですけど、どうでした？その採寸の列とか採寸の様子。採寸よりも会計の方が思ったよ。そうよね。どんな風に行われてたかというと、体育館とか各場所で制服はこちら、物品はこちら、体操服はこちらっていう風にあって、そこにサンプルの服があるので、そこで着たりとか、これいいなって言ってその場でお金を払ったり、後日お店に商品を取りに行った時にお金を払うっていうシステムになってます。一番並んだのは会計の時と、あと制服を選ぶ時かな。あやさん、今回の制服選び一人で採寸場に入ってって、採寸してもらって、で、私このサイズでしたってお母さんとママのところ持ってきて、じゃあ1着でいいよねっていう選び方。ママもびっくりで、普通親と一緒に入ってて、そのスカート長いよね、短いよねとか、もうちょっと大きいサイズがいいんじゃないって言って相談しながら決めるかと思いきや、もう子供一人だけで入ってくださいと。他の親さんも、あの子一人で決められんかもしれん、どうしようとか言いながら言ってましたけど、スカートもめちゃくちゃサンプル並んでたよね、あれね。対応してくださったスタッフさんはかなりベテランの方やった。でも結構年配。年配の方多かったね。明らかになんか裁縫をやって10年みたいなおばあちゃんがさ、椅子にトンと座っとって、どうやった？優しかった？最初の人は微妙。最初の人は微妙で、スカートの人は良かった感じ。で、その後にいろいろ買いましたと。それを一通りして帰ってきて、まだ制服自体は受け取ってないんですけど、ここからはちょっとお堅い話になります。さあ、あやさん、高校無償化っていう話は聞いたことあるでしょうか？あやさんは該当するかどうかっていうのはまだわからなくって、今審査にかけています。で、もし審査が通れば、授業料っていう部分が無料になります。岐阜県の公立高校だと1ヶ月約1万ぐらいで、約11万ぐらいが、国から保証してもらえるものとなっております。で、同じく私立も同じぐらい保証してもらえるのかなっていう風になってます。年間11万だとかなり大きい金額にはなります。それを聞くと、じゃあ同じぐらい負担して無償化になるんだったら私立の方がいいんじゃないかって思われる方いらっしゃると思います。ただここには現実が入ってます。あやさん、私立と公立違う点が分かったら教えてください。入学金が高い。そう、高校無償化、授業料はタダになってもそれ以外のものはタダにならないんです。学校によっての特色がすごいので、例えば修学旅行が沖縄だったりとか北海道だったりとか、
で場所によっては海外だったりします。そこの積立金っていう部分がすごい大きく違うとか、あと入学金、公立高校の入学金っていくらか知ってますか？ 1万円以下。そう1万以下なんですよ。なんですけどあやさんが受けた学校っていうのは10万以上します、入学金が。これは無償化の対象になってないので払わないといけない額になります。ということでまあ高校ね無償化になってもまあ厳しい部分はありますが、あやさんは第一の希望の方に受かってくれたのでママたちもほっとしております。あやさん卒業式終わったんですか？うん。学校行事なのであえて動画にしておりませんが、もうとっくの前に終わっております。1週間ぐらい前でねはい、さらっと終わりました。そんなあやさんにいろいろ質問が届いてるんです。まずスマホの使用時間いろいろ制限あったと思うんですよ。ママとのルール覚えてますか？夜使ってないよ。詳しくは夜。ママがお風呂に上がったタイミングで使用がいやでも仕事やってるから。もうごめん、もう一回正確な答えお願いします。ママがお風呂上がったタイミングで7時ぐらいですね。7時前か6時半ぐらい。早いんやって。だからちょっとその話をしたいからちょっとはい。でそのタイミングでまずは一回やめなさいと。で夜はお部屋にスマホの持ち込みは禁止、で使用時間に関してはそれ以外の規定はほとんどなかったと思います。はやはね制限かかってます、バシバシに。さあ高校生になったらどうしますかっていうご相談を解禁してほしい。でママたちはもうあやさんを信用してるのでスマホの充電器ごと2階に持ってそれはダメ、それはダメ。なぜダメ？勉強しすぎね。お部屋にスマホを置いていると勉強しなくなるので、1階に充電器を置いてほしいと。タブレットはもうガチャガチャだるくなるで開かんけど、もうスマホはストって言ってなるほど。ダメなんやて。でも最近さあなたさiPad でさずっと遊んでるんだよね。そう。あれはゲームだよね。何のゲームですか？全ゼロ。これ視聴者様ちなみに気になってたらしいです。マジ？何のゲーム始めたんですかって。全ゼロです。ね、マジ俺覚えた。でとりあえず時間は開放でいいんです。それでいいです。ただあまりにも使いすぎ傾向が見えるようだったらスマホ自体がママたちパパからの貸し出しなので、スマホ料金もパパが払ってるので、ちょっとあまりにも目に余るような行動をした場合は回収もしくは時間を減らさせていただきます。20時間ぐらい触っとるとか。いやもうそれは常識範囲。例えばさママとか忙しくしとってさちょっとあやさん手伝いしてよ待ってパパ即切りをさせてもらうのでちょっと家にいるとかね時はちょっとお手伝いとかもちゃんとしっかりしてほしいのでお小遣いに限らずね、はいお願いします。で2つ目、高校に入ったら何部に入りますか？部活には入りません。部活は入らず帰宅部となります。なのではやとほぼ同じ時間帯に家をうろうろする生物となり果てます。でそれはいいんですよ。であわよくば何をしたいの？バイトをしたい。お家が OK だった場合に学校はどんなことをしないとバイトができないんですか？なんか 5,6 人ぐらいの先生に OK もらわんと。そうなの。まず成績がある程度取れてること、学校生活がちゃんとできてることとかいろいろ条件があった上で担任の先生、学年主任教務主任だっけで学科主任で生徒指導の先生、校長先生だっけかなんかにすごいね許可証をもらいに行かないといけないっていう、内緒でやってる人もいるよ。そんな工程めんどくさいからって言って。バレたらおしまいや。なのでちょっとそういう工程を取らないといけないけどそこまでしてもやりたい。ママ的にはやることやってれば OK よって、バイトにも自分で行き帰り行くんだったらいいよっては思います。ただでかい壁がありますのでそれはあなたが説得してください。はあ、でもように決まっとるやん。これ一番皆さんが心配されていたことです。あやさん4月から高校生になりますが動画には出てくるんですか？そのまま撮り続けてくれるんですかっていう感じですね。コメントです。はい、あやさん。特に何も言われてないし出ます。はい、学校の規定
ルールブック見たんですけど、特に記載なかったです。ただ、学校の制服が映るものとか、一般常識ね、個人バレするようなことは控えてくれと。学校にやっぱ迷惑かかったりとかするんでね、そういうのはしないでくれっていう風には書いてありましたが、動画自体 SNS に出すこと自体はダメとは言われてないので、これからもちゃんとちょっとルール守ってねやっていきたいと思います。はい、じゃあ一番最後に、高校生になって目標とこれはやってみたいっていうことを学校生活でねお願いします。いかに努力せずいい生活を送るか。もう発言が高校生じゃない。まあ、とりあえずね勉強はしたくないんだよね。だけど下の方に行く成績は取りたくないんだよね。そこそこ取って卒業したい、を目指す、それでよろしいんですか？目標はなんか資格取りたいとかさ。だって取れるやん別に。取れる資格は全部取るで、とりあえず、関係もあったそうで。次は3級？ 3級。よかったね、4級。中学校の感じほとんど覚えてない。覚えてください。これは努力です。それはやらないといけないことらしいですよ。ほどほど勉強してほどほど遊んで頑張ってください。はい。あと頑張って自転車で通学してください。そこよ一番。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。ちなみにバイトどのバイトに行きたいの？私のバイト先1個潰れたよ。それ違う、あんたのバイト先、あんたが行きたかったバイト先だよ。決定したわけじゃ潰ない。れたの意味わかんないけど。あそこ良かったよね。ね。でも学校から遠いよ。いいから近い。でもあそこまで行けるんやったらさ、入るの大好きな本屋さん行けるよ。そうだな、目の前やし。でも残念です。学校帰りのコンビニじゃない？第一希望はコンビニ。なんかコンビニ大変って聞く。コンビニバイトママ経験あるんですけど、入る時間帯によって大変。ママね、バイトねめちゃくちゃしてます。高校から大学にかけてコンビニあります。で飲食店もあります。で製造業もあります。あと結婚式場のバイトもあります。テスト監督もあります。結構ね幅広い業種やってますので、何かあったら聞いてください。バイトの裏側いろいろしてます。